もし皆さんが知識ゼロのトレード初心者からスタートして、たった4年で世界トップレベルのトレーダーになれるとしたら信じられますか？今回紹介するのは、そんな映画のような話を現実にしてしまったガバダン・ガジャラ氏の物語。ポジポジ病やリベンジトレードで苦しみ、自分に合ったトレードスタイルを見つけるのに苦しんだ彼が、一体どうやってたったの4年間でトレード選手権で年率805%の成績を記録した世界王者にまで上り詰めたのか。そこには多くの学びと気づき、そして圧倒的な努力と工夫の数々がありました。普通のエンジニアがトレードを始め、負けトレーダーとして苦しんだ等身大の姿からブレイクスルーを果たしてトレード世界王者にまで上り詰めた道のりには、たくさんのヒントが詰まっています。動画の後半ではガバダン氏が世界王者になった時の実際の成績も公開しています。皆さんの期待をいい意味で裏切る内容になっていると思いますので、彼がどのような点を意識して取り組んでいたのかと合わせてぜひ注目してください。ではまずはガバダン氏の生い立ちから見ていくことにしましょう。ガバダン・ガジャラ氏はインドで生まれ、アメリカで教育を受けたソフトウェアエンジニアです。幼少期から学業の成績は優秀で、試験では成績上位に名を連ねるのが当たり前という非常に優秀な学生でした。これを聞くと、成績優秀だったことがトレードを習得する上での飲み込みの速さにつながり、結果としてトレードの世界でも短期間で圧倒的な成績を出すことにつながったのではと思う方もいるかもしれません。ただこの学業で頑張り、結果を出してきたという成功体験が、後にトレードで苦しむ原因の一つになったと彼は振り返ります。この点は動画の後半で具体的なエピソードを紹介します。さて、大学卒業後はソフトウェアエンジニアとしてアメリカで勤務。安定したキャリアを歩んでいましたが、心の中では常に会社員としての仕事ではない別の仕事への漠然とした憧れがありました。そういった思いに加えて、幼少時代から映画が好きだったことも影響し、副業として映画制作の活動を行っていましたが、うまくいくことはなく、次第に焦燥感が募っていきます。2019年の年末、そんな彼に運命の出会いが訪れます。友人から紹介されたのがトレードという世界。当時彼はトレードについては全くの無知。それどころか儲かるかどうかは運次第のギャンブルだと考えていたそうです。友人はトレードはギャンブルではなく、利益を出すための戦略や手法が存在することを説明し、それが彼の興味を引きます。ここから彼の第二の人生が静かに幕を開けたのです。友人から紹介されたトレードに興味を持ったガバダン氏は、最初に株取引のシグナルを配信するサブスクリプションサービスを購入し、その中で紹介された手法を検証することから始めました。当時ガバダン氏の頭によぎったのは、これは本当に優位性のある手法なのか、それともただのギャンブルなのかという問い。その問いに答えを出すために、自身の退職積立金の一部を使って検証を行ったのです。トレードを始めた人の多くは手法を検証することなく、いきなりトレードを始めるものですが、それとは反対に、まず手法を検証しようと思い立った背景には、ガバダン氏がソフトウェアエンジニアというテストをすることが仕事の一部という職業についていたことも影響しているのかもしれません。さて、実際の資金を使って手法の検証を行ったガバダン氏は、1週間で25%の利益を出せる可能性さえあることを発見します。これは機能するのではないかと感じたタイミングでコロナショックが世界を襲いました。仕事がリモートになり、自由な時間が増えたガバダン氏は本格的にトレードの勉強を始めます。この時点でガバダン氏は購入していた株式の売買シグナルの手法ではなく、自分で勉強したいと考えるようになっていました。トレードに関する情報収集を続けていたガバダン氏は、やがて著名なトレーダー、マーク・ミネルビニの存在を知ります。トレードに関する書籍の中でも名著中の名著であるマーケットの魔術師シリーズにも登場する彼の考え方に感銘を受け、2020年にミネルビニのオンライン講座に参加。ここでチャートの読み方を徹底的に学びます。マーク・ミネルビニ氏との出会いがなければ、後の学習曲線はもっともっと長く、時間のかかるものになっただろうと回想するくらい、この出会いが彼のトレード人生の大きな転機となったのです。ただこの時点では思うようにうまくいきませんでした。当時の彼はミネルビニ氏の手法の他に株の売買シグナルの手法でもトレードを行っていましたが、どれも今一つ結果が出なかったのです。とは言ってもまだまだこの時点では初心者の段階なのですから当然なのかもしれません。そのようにいろいろな考えや手法に触れているうちに、彼は次第に誰かから教わった手法ではなく、自分のトレードアイデアに傾倒していくことになりました。そこで彼は自分で思いついたトレードアイデアを再び検証することにしたのです。この時2021年、まだ世界はコロナが真っ只中の時期。彼はスイングトレードを行っていましたが、機関収支は常にマイナスで利益を出すことはできていませんでした。
時には10%、20%、30%の利益を出すトレードをできてはいましたが、その後の負けトレードでそれまでの利益をすべて吹き飛ばす。1ヶ月終わってみれば損益はマイナスまたはトントンという、誰もが味わったことがある辛酸を舐め続けます。ところで今この動画をご覧になっている方の中で、スイングトレードを行っている方は、こういう経験をしたことがある方は多いのではないでしょうか。エントリーをした後、思惑の方向に伸びていき、順調に含み益も増えてくる。ただポジション保有時に発生する押し戻りの動きで、せっかくの含み益がゼロまたは含み損に転落する。予想外のニュースや経済指標の結果で相場の流れが転換し、含み益が含み損に変わる。ポジション保有時間の長いスイングトレードなら、こうしたことは避けられませんが、ガバナン氏も例に漏れずに、このような苦い経験を多く経験します。こうした出来事もあり、スイングトレードを行っていたときは、自分のトレードをコントロールできている感覚が全くなかったと彼は振り返ります。スイングトレードの宿命は待つこと。数日や数週間、場合によっては数ヶ月にわたり、相場の変動をただ見守らなければいけない。その間に何が起きても、基本的には耐えるしかない。この予測できない時間の中でじっと耐えるということが彼の精神的ストレスとなっていきました。そこで彼は決断します。もっと自分で自分のトレードをコントロールできる時間軸で勝負しよう。そうして彼はデイトレードへの転向を決意します。そしてこの決意とともに彼は一つのアクションを起こします。それが1回のトレードのリスクを20ドルに固定するというもの。デイトレードに関する情報収集の過程であるトレーダーから毎回のトレードのリスクを20ドルに固定し、手法を検証しながら習熟していくというアドバイスを受けたガバダン氏は、少額のリアル資金での取引を始めることにしたのです。まずは勝つことより規律を守ることを徹底しよう。ここから彼の真のトレーダーとしての修行が始まるのです。2021年7月、相場に長くとどまるスイングトレードは肌に合わないと感じたガバダン氏は、デイトレードであれば自分のコントロールが効くのではと考え、デイトレードで少額資金のトレードをスタートします。この時の彼の目標は儲けることではありませんでした。とにかく規律あるトレードを徹底することを目標とし、1年間は20ドルトレードを継続。この少額のリアル資金を使ったトレードというのは、このチャンネルでもたびたび紹介しているフォワードテストに該当します。フォワードテストとは過去検証では得ることができない相場の動きを待つという行為や、たとえ少額であっても自分で稼いだお金を失うという痛みを味わいながら、手法の有効性をリアルタイムの相場で検証することです。ガバダン氏はこの少額だが実資金を使ったトレードをまずは行うことで、規律あるトレードを徹底できるよう自分を訓練することにしたのです。20ドルトレードの後、徐々に取引サイズを大きくしていきますが、それでも状況は変わりませんでした。時には70%、100% の利益を出す時があっても、その後の負けトレードで徐々に利益を減らし、最終的には終始トントンという状態。ただそのような状況下でも、過去検証を繰り返し、自分が行ったトレードの記録をすべて取り続けていました。どんなセットアップを根拠にエントリーしたのか、手仕舞いのタイミングは、トレードを通じて気づいたことなどを手書きのトレードノートに記録していきます。さらには、この記録と振り返りのプロセスを経て得た気づきをもとに、手法の言語化を行います。この反復練習の中で、彼はトレーダーとしての技術を磨き続けていったのです。2023年、ガバダン氏は初めて全米投資選手権に参加します。US インベスティングチャンピオンシップ、通称 USIC と呼ばれるこの大会は、株式部門と先物オプション部門の2つに分かれて、世界中のトレーダーたちがリターンを競い合う競技会。ガバダン氏にとっての唯一の問題は、When I enrolled into 2023 USIC, I was a not profitable trader. 参加した時点でデイトレードとスイングトレードのいずれでも利益を出せてはいなかったということ。それでも師匠とも呼べるマーク・ミネルビニ氏が2021年の USIC で優勝したのを目の当たりにし、その足跡をたどって感覚だけでもつかみたいと思ったのです。選手権での優勝を目指すことでガバダン氏は自身の手法を強化し、相場の動きに感情的に反応してしまう問題に対処するようになりました。ところで皆さん、それまで勝てていなかった人がトレード選手権に出場すると聞いてどう思いますか？勝てないのにそんなの出たって意味がない。選手権でも負け続けてたまたま1回大きく勝っただけじゃないのか。これまでも一時的に利益を出すときはあったから、今回はその利益で逃げ切れただけではないか。そんな風に思う方は決して少なくないと思います。でも実際には選手権を通じて驚くべきブレイクスルーを果たしたんです。彼の選手権での成績を見てみましょう。こちらはガバダン氏が実際に選手権に参加した時の月ごとのパフォーマンスです。まず上半期の様子から見ていきましょう。
1月はマイナスで終わっています。これまでの結果を踏まえれば、ガバダン氏もやっぱりダメかというふうに思ったはずです。そして2月ですが、ここで終始プラスとなっています。そしてさらにその後もプラスの月が継続と、これまでの様子からは考えられない変化です。ただ6月にマイナス 44.2% と大きな損失を出して資金を大きく減らしています。それでも1月から6月の累計で見ると累計収支はプラスの状態です。一体何がきっかけで変わったのか、そこを掘り下げていく前に下半期の成績を見ていきましょう。7月は 33.8%、8月は 87.93% と立て続けに大きな利益を記録した後、9月の収支はマイナス 6.48% とマイナスに転じています。そして10月には再び 80% を超える大躍進を見せ、11月と12月も 10% を超える利益を記録し、年初の口座残高に対する累計リターンは 805% という驚異的な数値を叩き出したのです。上半期と下半期を比べたときに一番目立つのは、マイナス収支となった月の損失の小ささです。上半期ではマイナス 9%、マイナス 44% だったのに対し、下期でマイナス収支だった月はマイナス 6% と損失の割合が減少しています。加えて上期と下期の各月のリターンのパーセンテージを比較すると、下期の各月のリターンは上期のそれよりも大きくなっていることが分かり、このことからも上期から下期の間に大きな成長を見て取ることができます。これまでは一時的に利益が出ていても、徐々にその利益を減らして、最終的な期間収支はトントンだったガバナンスですが、選手権に参加してからは単月でも累計の期間収支でも利益を出せるようになったのです。一体何がきっかけでこのような大きなブレイクスルーにつながったのでしょうか。ガバダン氏は利益が出せるようになった要因として4つを挙げています。まず1つ目がリベンジトレードをやめたということ。リベンジトレード。これは全員が経験あると言っても決して過言ではないでしょう。リベンジトレードとは損失を取り戻すために行うトレードのこと。連敗が続いたりして損失が積み重なってくると、それを取り戻そうとして取引サイズを大きくし、普段以上に大きなリスクを取ったトレードを行うというものです。多くの場合、感情的で衝動的なトレードにつながります。ここまでお伝えしてきた通り、ガバダン氏がまだトレードで利益を出せていない時も一時的に利益を出すことはありました。ただその後の負けトレードでこれまでの利益を全て吹き飛ばすということを繰り返していたわけですが、負けトレードが続いてくると損失を取り戻そうとしてリベンジトレードをしていたのです。結果的にそれが裏目となり、収支がプラスになることはありませんでした。彼は当時の癖であったリベンジトレードを振り返ってこう言います。私は小さい頃から学校の成績は良かった。しっかり準備をした時はいつもテストで成績上位者になることができていた。しっかり勉強すれば、しっかり準備をすれば物事がうまくいくという成功体験をトレードの世界にも持ち込んだ。ハードワークすれば結果が出るものだと。だからトレードで負けた時はいつも自分自身のアイデンティティがこう語りかけてきたと言います。お前は敗者ではなく勝者にならなければいけない。なぜ今日は負けているんだ。取り返せと。幼い頃から学業で常に優秀な成績を収め続けてきたことが、トレードでは常に勝利を追い求めてしまうという悪い方向に働き、それがリベンジトレードにつながったとガバダン氏は分析します。このリベンジトレードをやめたことが状況が好転する一つの要因となったのです。二つ目が損失を素早くカットするということ。ガバダン氏は勝てない期間も唯一うまく行えていたことがあったといい、それが素早い損切りでした。ポジションを持った後ももう思惑の方向に動かないと思った時点で躊躇なく損切りをする。多くのトレーダーがどう勝つかにばかりフォーカスする中、ガバダン氏はどう負けるかに注目しました。損失を最小限に抑えることが利益を出す上で不可欠であると、これまでの経験から学んだのです。実際2023年の選手権での成績を見ると、下期の損失は上期に比べて格段に減少していることがわかります。そして3つ目がトレード回数を劇的に減らしたという点です。多くの金額を稼ぐには多くのトレードをしなければならない。もっと頻繁にトレードをしたい。そうすればたくさん稼げるから。無意識のうちにこう思い込んでいる方は決して少なくないと思います。トレード機会は多ければ多いほどいい。それだけ稼げるチャンスが増えるから。皆さんも心当たりがあるのではないでしょうか。ガバダン氏が勝てない時期にもう一つ苦しんだのがオーバートレード、つまりポジポジ病です。何の明確な根拠もないのに、ただ相場が動いたらエントリーしてしまう衝動。先ほどリベンジトレードのところで、ガバダン氏が幼少期から学業優秀だったことが、リベンジトレードにつながったというエピソードを紹介しましたが、
それと同じ理由で、負けていると勝たなければいけないという学生時代からの成功体験が前面に出てきて、しっかりとしたセットアップが形成されていないにもかかわらずエントリーしてしまうことが多々あった。それがオーバートレードにつながったとガバダン氏は振り返ります。ガバダン氏はポジポジ病の時期を振り返ってこう語ります。トレーダーには待つことや忍耐力が必要だとよく言われる。でも自信のあるセットアップや自分の得意なトレードのパターンを知らずに、一体何を待つことができるんだと。自分はなぜ忍耐強く待つことができなかったのか、今ならはっきり言える。あの頃の自分には待てるだけの理由がなかったんだと。ガバダン氏が語っていることはポジポジ病の本質です。つまり何がチャンスで何がチャンスでないかが見えていないこと。相場の動き一つで感情が揺さぶられ、気づけばエントリーをしてしまう。これは自分のトレードの明確な基準やルールがないことを意味します。だから何を待ったらいいかがわからないし、そもそも待つものがない。結果衝動的にエントリーをしてしまう。この問題に対してガバダン氏は手法の言語化という方法で対処しました。すべての手法を目に見える形で整理。どういう条件が揃った時にエントリーするのか、損切りラインはどこに置くのか、その根拠は何か、リスクリワードはどれぐらいを狙うのか、といった判断軸を細かくドキュメントに落とし込みました。このプロセスを通じてガバダン氏はようやく本当に優位性のあるチャンスを見極められるようになります。そしてそれ以外の場面では何もしないという選択ができ、無駄なトレードを減らすことにつながったのです。ガバダン氏のトレード結果から興味深いエピソードを紹介したいと思います。こちらは2023年に全米投資選手権に出場した時のガバダン氏の成績です。まずこちらが通年の成績。1年間で745回のトレードを行っています。こちらが下半期の成績。下半期のトレード回数は150回です。つまり上半期だけで約600回のトレードを行っていることになります。1年間で相場がオープンする日はだいたい250日ですから、これを半分にすると125日。つまり上半期は1日平均5回近くのトレードを行っていたことになります。一方の下期はというと、150回割る125日で1日平均1回。上期から下期にかけてトレード回数が大幅に減っていることがわかります。成績について見ていきましょう。まずは通年です。通年の勝率は 31%。負けトレードにおける平均損失はマイナス 4%。勝った時の平均利益は 8.5% です。この平均損失と平均利益の割合を見てください。平均利益が平均損失の2倍となっています。負けた時の損失は小さく、勝っている時にできるだけ利益を大きくする損傷利大のトレードになっていることがわかります。続いて下期の成績を見ていきましょう。下期を見ると勝率は 28%、通年より低いです。負けトレードにおける平均損失はマイナス 4% と通年と同じですが、勝ちトレードの平均利益は 13.5% と通年の数値より 1.5 倍近く上昇しています。平均損失と平均利益の割合を見ると、平均利益は平均損失の3倍以上です。勝率はそれほど変わっていませんが、平均利益と平均損失の割合が3以上まで改善しています。このあたりはリベンジトレードをやめたことで無駄なトレードが激減したこと、損失を素早くカットし、一級入魂でトレード機会を厳選したこと、その厳選した自信のあるトレードではリスクを積極的に取ったことが要因です。通年下期ともに勝率は 30% 近く、トレードで利益を出すのに高い勝率が必ずしも必要ではないことの実例です。むしろそれよりも重要なのは、損失をできるだけ小さくコントロールし、利益が伸ばせる場面では適切に利益を伸ばすこと。トレード世界王者の勝率が 30% と聞くと、今勝率が低くて悩んでいるという方も安心するのではないでしょうか。これからわかるように、徹底的に量から質にこだわる戦略へとシフトしたことがブレイクスルーのきっかけとなったのです。わかりやすい簡単な相場になるまで徹底的に待つ。自信のある良質のセットアップが出るまで徹底的に待つ。そしてここぞというところでは積極的にリスクを取る。この量より質のアプローチ。そして攻める時にだけ攻めるスタイルが彼の収支を劇的に改善。全米投資選手権の年間成績でも上位に食い込み、ついには世界王者という称号を手にすることができた秘訣だったのです。結果が出ない時期も下へ下へと根を伸ばし、後に咲かせる花のための地固めをした。リベンジトレードやポジポジ病といった誰もが経験する失敗を乗り越えて、短期間でブレイクスルーを果たしたガバダン氏の経験、そしてその過程での数々の試行錯誤と取り組みは、多くの人のヒントになるのではと思います。特にトレード回数を減らすことが結局は大きなリターンを得ることにつながったという点は、
考え方を180度転換させる説得力ある実例と言えるでしょう。それでは最後にガバダンさんからのメッセージを紹介してこの動画を終わりにしたいと思います。The biggest lesson in my career is that I should take only A plus perfect setups. Patience is key. In my initial years of trading, I thought I would be more productive if I trade more because in my other areas of life, if I was active and keep working on doing things, I was considered as an efficient and hardworking guy. But in trading, it's quite the opposite. Trading less by waiting more for perfect setups is the fastest way to become profitable.